こんばんは、EX ネットのメモリーです。今回は現時点で鬼門とされている常世安寧社の狙われにくいとヘイトの関係について整理していきます。狙われにくいが2人なのにアクティブが増えて事故った。そういった経験をした方も多いのではないでしょうか。なぜそうなるのか、安定させるにはどうすべきか。それを私のプレイ経験をもとに考察していきます。1、狙われにくいの有効性。まずはこちらの映像を確認してみましょう。これは狙われにくい-6の装備を持った状態です。安寧社の群れの中を歩いても全く見向きされません。効果が一番小さい-6でもその効果が確認できます。次にこちらの映像を確認してみましょう。これは狙われにくいを2人が持った状態です。ですが途中から2体目の安寧社がアクティブになります。やっぱり狙われにくいでも安定しないのではと思ってしまいますが、これには理由があります。次の章以降でアクティブが増える原因を整理していきます。2、狙われにくいとヘイトの関係。まずは現時点で分かっている仕様を整理します。安寧社は生存しているプレイヤーの数だけアクティブになります。また狙われにくいを持っているとアクティブ数を減らせます。ここまではすでに理解している方も多いと思います。次にヘイトの仕組みについて考えていきます。まずヘイトが上昇する行動には次のようなものがあります。この中で敵を攻撃するに関しては挙動として次のような特徴があると考えられます。特に一定期間ターゲット固定については、敵に攻撃を行ったプレイヤーが一定時間狙われ続ける挙動を指します。ターゲット固定中は他のプレイヤーがいくら攻撃しても一定時間過ぎるまでターゲットは更新されず、攻撃したプレイヤーが狙われ続けます。では次にヘイトと敵から狙われる関係です。敵がプレイヤーを狙うには次の条件を満たす必要があります。では狙われにくいはどのように作用しているのかというと、何もしてないプレイヤーの初期ヘイトが0とした場合、狙われにくいはこの初期ヘイトを0より下げる効果だと考えられます。初期ヘイトを下げることで何もしなければ現地ヘイト値の条件を満たさず敵に狙われないという状態になると推測できます。つまり狙われにくいがあれば敵から狙われないわけでなく、攻撃や蘇生などのヘイト行動をすれば通常通り狙われます。これらを理解した上で次の章では常世安寧社におけるヘイトとアクティブ数の関係について考察していきます。3、常世安寧社のヘイトシステム。常世安寧社のヘイトの仕組みは生存中のプレイヤーの中で一番ヘイト値が高いプレイヤーの人数に応じてアクティブ数が決まっていると考えられます。ここからはいくつか具体例を出して説明します。まず誰も狙われにくいを持ってない場合ですが、この場合は当然3人全員がターゲットになります。
次に2人が狙われ、憎いを持っている場合、一番ヘイト値が高いのは0の A なので、A だけが安寧者のターゲットとなります。そして3人全員が狙われ憎いを持っている場合、このケースは未検証ですが、これまでの挙動から考えると、A と B の2人がターゲットになる可能性が高いです。では次に狙われ憎いを2人が持っている状態で、アクティブが2になってしまうケースを見ていきます。まずヘイトの高い A がターゲットとなります。安寧者が一体アクティブになり、A に襲いかかります。一方 B は狙われてないため、襲ってくる安寧者を攻撃します。その結果、B のヘイト値も上昇し、A と並んで最も高い状態になります。この時点で最もヘイト値が高いプレイヤーが2人になります。ヘイト値が最も高いプレイヤーの人数に応じてアクティブ数が決まるため、結果安寧者のアクティブが2体になってしまいます。このように、いくら狙われ憎いを持っていても、ヘイト管理を意識しないとアクティブが増えてしまいます。4. 常世安寧者戦での立ち回り。では実際にどのようにヘイト管理を行えばいいのか。ここからは実践映像をもとにアクティブを増やさないための効率的な立ち回りを考えていきたいと思います。この映像は先ほど説明したヘイト管理に失敗して安寧者のアクティブが増えるケースの映像です。開幕のパリに失敗し、ターゲット固定中に倒しきれなかった状態で、ヘイトの高い大弓による攻撃でターゲットが切り替わったと考えられます。その結果、追跡者より守護者のヘイト値が高くなり、2人のヘイト値が並んだタイミングでアクティブが増えたと思われます。そしてこちらはヘイト管理がしっかりできているケースです。まず A が襲ってくるアクティブな安寧者を、理想はパリー、もしくは先に攻撃してヘイトを十分に稼ぎます。それまで B と C は攻撃せずに待機しています。そして A が地名で拘束したことを確認したら、B と C も攻撃に加わり、ターゲットが更新される前に倒しきります。この立ち回りでは常に A が B と C よりも高いというヘイト関係を維持できているため、アクティブを増やさずに繰り返し処理できています。以上を踏まえて攻略を考えると図のような立ち回りとなります。狙われ憎いを持っているプレイヤーはヘイトとターゲット更新を意識し、低ヘイトかつ高火力の攻撃で自命中の瞬殺を狙います。倒しきれなかった場合はアクティブが増加する可能性があるので、狙われ憎いを持っているプレイヤーは一旦攻撃を中断し、ヘイトを下げつつアクティブが増加してないか様子を見ながら参戦します。特に非アクティブな安寧者を攻撃する行動はアクティブ増加の原因になるので注意が必要です。また非アクティブな安寧者から大きく距離を取ることで、敵の検知範囲から外れ、仮にヘイト管理に失敗しても、アクティブの増加を抑えられる可能性があります。ヘイトは何もしないと徐々に下がっていくため、アクティブが増えた場合は、それぞれが距離を取り逃げましょう。そうすることで上昇したヘイト値が下がり、ターゲット更新のタイミングでアクティブが減ります。この流れを徹底することでアクティブ増加による崩壊を大きく減らせると考えています。
ただしここまで紹介したヘイト管理を意識した立ち回りを徹底した場合でも、検知やタゲ更新のタイミング次第で一時的にアクティブが増える場合も確認しています。そのため重要なのは、万が一アクティブが増えた場合でも崩れずに立て直せる動きを意識しておくことです。なおこの立ち回りを実践したプレイ映像を最後に収録しています。内容を確認したい方は最後までお付き合いいただけると幸いです。5、狙われにくいがない場合。ここまでは狙われにくいがある前提の話でしたが、毎回必ず狙われにくいが出るとは限りません。その場合は乱戦を避け、それぞれ距離を取り対応しましょう。安寧者は動きが速く、攻撃も多彩で回避しづらい上に、かなり広範囲の大技も持っているため、乱戦になると安定した攻略が難しくなります。1対1に自信がない場合は攻撃せず逃げるだけでも OK です。安寧者を引きつけているだけで十分な貢献になります。仮に瀕死になったとしても、アクティブはその分減るため、誰か一人でも対応できる人がいれば立て直しが可能です。なので狙われにくいの有無に応じて戦い方を切り替えることが重要です。6、今回の考察について。狙われにくいとヘイトについての考察は以上です。実際に野良マルチで今回紹介したような立ち回りを完璧に役割分担するのはなかなか難しいと思います。ただ今回の検証結果や挙動を事前に理解しておくだけでも、理由がわからないまま急にアクティブが増えて崩壊するといったケースは大きく減らせるはずです。今回の内容は実際の挙動や検証結果をもとに辻褄が合うよう整理した一つの考察です。そのため環境や状況次第では異なる挙動が起きる可能性もあります。もし別の動きや気づいた点があれば共有してもらえると嬉しいです。そうした情報も踏まえながら、さらに安定した攻略法を皆さんと一緒に検証しながら考えていければと思います。この先は実践映像になります。考察を実際の動きで確認したい方は要所に解説を入れていますので、引き続きお付き合いいただけると幸いです。長時間のご視聴ありがとうございました。7、実践映像。2026年1月13日に撮影した震度5の常世安寧戦です。無頼感0、守護者-9、葬儀屋-12の構成になります。おとり役の無頼感がパリーを取るまで他の2人は待機します。無頼感が地名を取ったらダウン中に倒しきります。安寧者はしばらくするとその場でまた復活するため、可能な限り距離を取りアクティブの増加を最小限にします。狙われにくいを所持している人は非アクティブな安寧者との距離や新たに安寧者がアクティブ化していないかこまめにチェックしましょう。地名拘束中に倒しきれなかった場合でも、あと少しという状況であれば多少強引にでもダウンを狙った方が良い場合もあります。
とりあえず最初の合体までは順調に処理できています。ワームもヘイトの高いプレイヤーを狙ってくるため、今回はおとり役のブライカンがワームの標的になります。おとり役以外は基本的に反対側にいればかなり安全です。守護者や復讐者のアーツがある場合は蛇行突進に合わせて使ってあげるとおとり役もかなり楽になります。ちなみにワームの大技回避に特化した動画も公開してるので、気になる方はこの動画の概要欄をご確認ください。常世安寧車線で特に気をつけたいのが仲間の蘇生です。何も考えずに蘇生するとアクティブが増えたり、ワームの大技に巻き込まれてまた瀕死になることがあります。そのため合体が解除されるタイミングがおすすめです。また蘇生行動もヘイトが上昇するので、その点も意識して行いましょう。無事仲間を蘇生できたのでブライカンに合流します。ただし今回は蘇生で合流が遅れ、1回目の致命中に倒しきれていません。ファーストコンタクトで倒しきれなかった場合はアクティブが増えやすい傾向があるように感じます。今のところ問題なさそうですが、遠くから向かってきてる場合やダウン時の停止時間があるので突然時間差で襲ってくることがあります。そう、こんな風にね。こうなった場合は落ち着いてそれぞれが距離を取り、ヘイト値が下がりアクティブが減るのを待ちます。ブライカンが瀕死になったため、次にヘイトの高いマイナス9の守護者が狙われます。蘇生はマイナス12の装備矢に任せ、なるべく2人から距離を取ります。ブライカンが復活したことで再びアクティブが2になります。おとなしくアクティブが減るのを待つつもりだったのですが、結構しつこく攻撃してくるので倒してしまいました。距離を取ってアクティブ数を確認します。とりあえず守護者はもう狙われてないようなので合流します。ブライカンが狩りに失敗したため、ここは少し様子見です。合体モードになったので一旦仕切り直しですね。マップ端だと逃げ場がなくなるのでマップ中央へ移動します。あれ？マップ中央へ向かったはずなのに。
距離が確保できないと蛇行突進は避けづらいためアーツを展開。ブライカンの安定したパリのおかげで安全に処理できます。ちなみにホスト青色以外がパリを狙う場合、やや早めにパリ入力しないと失敗しやすいです。アーツに関してですが、アーツはヘイト値が高く広範囲技が多いため不用意に使うとさらにアクティブが増えるという大惨事になることがあるので、しっかり状況を見て使いましょう。なぜか先ほどダウンさせた個体もアクティブになっています。こういった場合は無理に触らずおとり役に任せて様子見します。するとこのようにアクティブ数が自然に戻ることも多いです。
蛇行突進が来たので、回復ついでに無敵の防御陣を展開。パリー成功の有無を確認せず、守護者が攻撃してしまい、アクティブ増加。ですがブライカンがアーツで華麗にフォロー&フィニッシュ。この動画が皆さんの常世安寧者攻略のきっかけになれば幸いです。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。